40年前のブリキのペダルカーをじいじがお孫ちゃんのために購入しました。でも錆がひどくてこのままではプレゼントできないのでレストアします。これまでに錆びたボルトに苦労しながら分解しました。錆のひどかったシャーシは塗装してきれいになりました。一番錆びていたバンパーはバテを持って表面を平らにして熱気調塗料で塗装しました。今回は塗装を落として大錆塗装したボディの穴を埋め、凸凹をバテで平らにして塗装ができる状態にします。バテ盛りと研磨を何回も繰り返します。ボディに開いた穴を塞ぎます。板金ハンマーで穴の縁を叩いて平らにします。穴はブリキで塞ぎます。プラスチックでもよかったのですが、ボディと同じ素材にしました。ブリキを穴の大きさに合わせてカットします。ブリキは接着剤とテープで固定します。溶接ができればいいのですが、薄い板を溶接する技術がないので仕方なく接着にしました。重曹パウダーで表面を平らにします。重曹パウダーを瞬間接着剤で固めます。どうやら順番を間違えたようです。重曹パウダーの上に接着剤を塗ってもうまく浸透しません。接着剤を塗ってからパウダーをかければうまくいく気がします。なんとかパウダーを塗ることができました。錆で開いた穴を塞ぎます。今度は接着剤を先に塗ります。うまくパウダーを盛ることができました。盛大に盛ったパウダーを60番のサンドペーパーで削ります。ところがパウダーが硬すぎて削れる気がしません。仕方ないのでサンダーの力を借ります。失敗する予感しかしません。意外と綺麗に削れました。サンダーで削れるくらいパウダーの盛り付けは硬いことが分かりました。パテの密着を良くするために全体をサンドペーパーで削ります。モールを取り付けます。モールはボディを挟んで固定するタイプです。金属製なので取り付けが大変です。塗装後取り付けると
塗装がボロボロになりそうなので先に取り付けます。やっと取り付けが完了しました。パテを盛らないところはマスキングします。パテ盛りの前にシリコンオフで脱脂します。パテはよく混ぜます。取材重量に対して約 2% の硬化剤を混ぜます。どんどん盛り付けます。これが後で大変なことになります。パテ盛りが終了しました。120番で盛りすぎたパテを削ります。削っても削っても平らになりません。単調なので動画は省略します。次は240番で削ります。追加のパテ盛りを行います。追加で持ったパテを削ります。次は薄付けパテでピンホールや段差をならして平らにします。薄付けパテを研磨します。削りすぎて地肌が出ているところにはサビチェンジャーを塗ります。何日もかけてパテ盛りと研磨が終了しました。ボンネットの大きな穴をうまく塞ぐことができました。次回はいよいよ塗装です。ぜひチャンネル登録してご覧ください。
だきありがとうございました。